遥か太古よりありし地フォドラ。天上より女神の見守ると言われるその地には、かつて多くの血が流れた暗黒の時代があった。あまたの戦乱とともに時は流れ、やがてフォドラの大地は均衡し合う3つの大国により三分されることとなる。その中央にはフォドラの信仰と秩序の要たるセイロス聖教会の総本山ガルグマク大修道院があった。ファイアーエンブレム風化雪月の主人公はあなた自身。とあるきっかけでその能力を見出されたあなたは、大修道院に併設された士官学校に教師として招かれることになります。士官学校には三国の未来を担う若者が集う3つの学級が存在します。あなたはこのいずれかの中から担任する学級を選ぶことになるのです。それぞれの級長は三国の次世代の指導者です。アドラステア帝国の次期皇帝であるエーデルガルトが級長のアドラー・クラッセ、ファーガス神聖王国の王子ディミトリが級長を務めるルーベン・クラッセ、そしてレスター諸侯同盟出身のクロードが級長のヒルシュ・クラッセ。級長以外にも個性豊かな顔ぶれの生徒たち。あなたはどの学級を選びますか？腕が立たないわけないだろう。私の力見せてあげる。生徒の能力を高めるために重要なのは実践経験。戦場で生徒たちを指揮するのは教師であるあなた。生徒たちが生きるも死ぬもあなたの采配次第なのです。戦場にはさまざまな能力を持った敵味方が入り乱れます。仲間の特徴を見極めて適材適所に配置することが勝利の鍵。さまざまな地形をどう活用するかをじっくりと考えながら進軍することも大切です。武器ごとの必殺技戦技。大きく武器の耐久値を消費する代わりに大ダメージを与えることができます。ここぞという時の切り札です。仲間たちは歩兵隊や騎兵隊、魔法隊などの騎士団を率いることができます。騎士団にはそれぞれ得意な計略が存在。広範囲に効果が及んだり反撃を受けないという特徴があるので、一気に戦局を打開することができます。攻撃の時に近くに仲間がいると連携が発動。戦況を有利にするには仲間との位置関係も意識しながら進軍することが大切です。連携は計略を使う際にも有効です。仲間の総力を結集すれば人知を超えた強大な敵とも互角に渡り合えるようになるのです。思わぬ結果になった時は天国の白道を使うことで一手単位で時間を巻き戻しやり直すことができます。士官学校での生活はカレンダーに沿って進んでいきます。平日は生徒たちの武器や魔法の技能を伸ばすために授業を行います。生徒の個性をうまく引き出してあげる個別指導。2人1組の生徒に課題を与えるグループ課題。
これらの教育を経て生徒たちの技能が上がれば新たな戦技や魔法などを覚えていきます。週末は自由行動日。実戦へ出撃したり修道院の中を自由に散策したりすることができます。散策では生徒たちと食事、2人だけのお茶会を楽しむなど生徒との絆を深めていきます。他の学級の気になる生徒はスカウトすることもできます。スカウトが成功するかどうかはあなたの魅力次第です。では今後はお前の学級に移らせてもらう。失望させるなよ。他にも釣り、作物の栽培、クエストなど修道院の中にはイベントが盛りだくさん。このようにあなたは平日や週末にどう行動するかを選び生徒の技能を伸ばし絆を育みます。毎月の終わりには士官学校から課される課題出撃が待ち受けます。この戦いを乗り越え生徒たちはさらに成長していくのです。戦闘準備にかかれ。課題出撃をクリアすれば次の節へと進んでいきます。戦場での実戦と士官学校での学びを通じて技能レベルが上がるとより上級の兵士を目指して資格試験に挑戦しクラスチェンジをすることができます。生徒たちの個性はさまざまな兵種につくことによって花開きます。登場する兵士は30種類以上。合格した兵士であれば出撃前に自由に変更し状況に合わせた編成で戦いに挑むことができます。この力をみんなのために。ミッションには女神最短の儀に合わせて大司教を襲うという許し難い計画が記されている。さまざまな事件を乗り越え絆を深めながら学校生活を送る3人の級長とあなた。5年後の今日また大修道院に集まらない？しかしフォドラは三国が相争う戦乱の時代へと突入していきます。目的のわからない敵というのはそれだけで恐ろしいですからね。やっぱり教団は何かを隠してる。その時あなたは最初に選んだ学級によって全く違う運命を生き抜くことになるのです。道を阻む者は引き潰すだけだ。貴族制度も紋章もうんざりなんです。彼女には特別な血が流れている。危険な血がな。情けをかけて仲間が危うくなるくらいなら俺は躊躇なくあいつを撃つ。ごめんなさい先生。けれどこれが私の進む道。誰と生き誰と刃を交えるか。ファイヤーエンブレム風化雪月。追加のサイドストーリーや追加クエストなどソフト発売日から順次配信される追加コンテンツが楽しめるファイヤーエンブレム風化雪月エキスパンションパスも発売します。発売日からは主人公用士官学校服を配信予定です。